こんにちは、月島です。今回はルーペデックソフトウェアの基本的な使い方を見ていきたいと思います。このソフトウェアは本体のボタンにアクションを割り当てて設定をしたりするものです。目次です。画面の見方、ショートカットの作り方、ダイヤル調整の作り方、ウェブページへのショートカット、1ヶ月使用した感想、最後にまとめと次回予告です。ソフトウェアを立ち上げるとこのような画面が表示されます。左上から見ていきます。デバイスという欄には接続されているデバイスが表示されて、アクティブであれば緑色のランプが点灯します。デバイスが接続されていない場合は赤いランプが点灯します。リストを開くと他の機種も選択することができます。メインプロファイルという欄です。現在は MacOS という状態です。ダイナミックモードをオンにするとアプリケーションを立ち上げた時に対応したものに切り替わります。例えば Final Cut Pro を立ち上げると Final Cut Pro 用のボタン配置に自動で切り替わるという形です。またカスタマイズしたプロファイルなどを書き出ししたり読み込みしたりすることもできます。ワークスペースは自分でボタン配置を自由に設定できるものです。メインプロファイルのホームのページでも自由にボタン設定をすることはできますが、ワークスペースを用いることでよりスマートにボタンにアクションを設定することができます。例えて言うと、メインプロファイルがスマートフォンのホーム画面で、ワークスペースがアプリケーションと考えても良いと思います。画面の左下にキーノートのボタンが表示されています。このボタンを押すとキーノートが起動します。その隣にキーノートショートカットというボタンがあります。これは私が作成したワークスペースで、開くと自分が使いたいアクションが配置されています。コンソールはルーペデックの中央にある液晶画面です。右側のリストからドラッグ&ドロップすることで各ボタンにアクションを割り当てます。操作は直感的ですので、ボタン配置の設定で迷うことはないと思います。また、数字の横の3点リーダーをクリックして新規ページを追加を選択することでページを自由に増やしてアクションを割り当てることができます。右側のリストには最初から用意されているアクションや自分で作成したものが表示されます。ここから割り当てたいボタンにアクションをドラッグ&ドロップします。目的のコマンドを文字で検索したり、アクションで絞り込んだりすることができます。コマンドはどうしても多くなりますので、検索窓は意外と使用します。デフォルトで用意されていないアクションもありますので、ここからはアクションの作成の仕方を見ていきたいと思います。まずはショートカットです。ショートカットを作成するには空いているボタンをクリックします。メニューが表示されますので、項目の中からショートカットを選択します。右側の画面に新しいショートカットアクションを作成できるページが開きます。表示名はスクリーンに表示される文字です。どのショートカットにしたかわかるように入力します。その下のショートカットの欄に修飾キー以外のコマンドを入力します。例えばコピーのショートカットを作成したい場合はコマンドと C のキーになりますので、まずショートカットの欄に C を入力します。次にその下にある修飾キーのリストからコマンドを選択します。ショートカットの欄がコマンドプラス C になりました。これでショートカットのコマンドが入力できましたので、保存をしてボタンを設定することができます。
また、修飾キーの隣にあるセレクトキーではリストから選択することでキーボードのキーを入力できます。ファンクションキーなどはここから選択して入力した方がうまくいく場合があります。アイコンは右下の鉛筆マークを選択すると調整ができます。入力ができましたら保存をします。ボタンにアクションが設定され、右側のリストにも追加されました。ダイヤル調整とは、ノブや大型ホイールに設定する機能になります。今、大型ホイールにマウスホイール、垂直が設定してあります。ウェブブラウザのサファリを立ち上げた状態でホイールを左に回すとページが下にスクロールされ、右に回すとページが上にスクロールされます。私もこの機能を利用してノブにいくつか機能を設定しています。例えばキーノートというアプリでフォントサイズをノブで操作できたら楽になると考えて設定してみました。今回はその設定の仕方を例にとって見ていきたいと思います。まず右側のカスタムという項目を開きます。表示されたリストの中からダイヤル調整を選択します。ここでショートカットを入力してアクションを作成します。表示名は表示される名前です。右と左に動かして操作するのみですので、回す前のオプションのアクションは必要ない感じです。設定する場合はショートカットと同じように設定できます。その下にある調整アクションというものを入力していきます。ここに表示されているのはノブを左側に回した時の設定です。その下はノブを右側に回した時の設定になります。私が作成したアクションを見てみます。キーノートではコマンドマイナスでフォントサイズが小さくなり、コマンドシフトセミコロンでフォントが大きくなります。今回はそのように入力をしました。ショートカットを入力して保存をするとカスタムのリストの中にアクションが作成されますので、これを設定したいノブにドラッグ&ドロップすれば完了になります。キーノート上の文字を選択してノブを回すとフォントサイズを操作できるようになりました。このような感じで自分の好きなダイヤル調整を作ることができます。ウェブページへのショートカットもとても便利でよく使用しています。作り方はショートカットと同じで、空いているボタンをクリックしてリストの中からウェブページを選択します。表示名とアドレスを入力してアイコンを設定すれば完了です。設定した後はボタンを押せばウェブブラウザが立ち上がり、指定のページが開きます。別のページのボタンを押したときは新しいタブが開いてページが表示されます。私は丸ボタンの1番を押すとブックマーク用のワークスペースを呼び出せるように設定しています。とても便利です。ルーペデックを使用し始めて約1ヶ月が経ちました。基本的に常に Mac に接続して使用しています。そして使いながらボタンの配置変更をして少しずつ理想の形になってきました。ここまで使用して感じたことを挙げてみました。欲しいアクションをだいたい設定できる。用意されているアクションと自分で設定したアクションを加えてボタンを配置すればかなり快適になります。ダイヤルの操作感が良い。上部のノブはワンクリックずつ動きますので、設定したアクションを確実に実行できます。大型ホイールはしっとりと正確に動き、操作していて気持ち良いです。ただ、大型ホイールはアクションを選びます。マウスホイールと同じ動作などは良いのですが、動画編集ソフトなどでタイムラインのシークバーのスクロールなどを設定すると行き過ぎてしまうことが多く、逆に操作がしづらくなるということもあります。修飾キーの反応がワンテンポ遅い。
私はよく Alt プラスドラッグでクリップをコピペするのですが、普通のキーボードに比べて修飾キーの反応がワンテンポ遅いため、素早く操作すると Alt が反応していない時があります。バイブレーション機能。ディスプレイ部分に割り当てたアクションをタップした時に振動するバイブレーション機能がありますが、振動は大きいです。設定画面でロングとショートを選択できますが、ショートでも振動は結構長いと思います。実際に動かしてみるとこのような感じです。理想はほんの一瞬トンと動くくらいで十分だと思います。押すたびにこの振動されるのはしんどいので、現状私はオフにしています。起動が遅い。ルーペデックを接続した状態で Mac を立ち上げたときは、ルーペデックの起動に時間がかかります。ただ、すでに立ち上がっている Mac に後からルーペデックを接続した場合はすぐに起動します。どうしてこのようになるのかはよくわかりません。Final Cut を操作するときは、US キーボード設定にしなければならない。キーボードの設定が US キー以外だと Final Cut の操作を受け付けてくれません。この仕様のおかげで地味に集中を切らされます。丸ボタンの割り当てがわかるディスプレイ。次の世代に期待ですが、割り当てたアクションがわからなくなる場合がありますので、丸ボタンにもディスプレイが欲しいです。昔のアイコンデザイン。最近ソフトウェアが更新されて、前のアイコンのデザインがワークスペース以外で選べなくなりました。指定のフォルダを開けるアクション機能。私が設定の仕方を分かっていないだけの可能性もありますが、指定したフォルダを開けると嬉しいです。修飾キーの遅れの改善。バイブレーション機能。もっと短い振動にしてほしいです。気になる点や改善してほしい点をいくつか挙げましたが、私にとっては現状で満足度が非常に高いアイテムであることは間違いありません。Final Cut Pro の動画編集において手放すことのできないものになっています。次回はマーケットプレイスでダウンロードして使うことができる Final Cut Pro の設定や私が使用しているアクションなどについて見ていきたいと思います。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。